じゃじゃん。本日はこちら。ちょっと背面がすごいバキバキなんですけれど、iPhone XR です。iPhone XR。これはですね、私が2020年から2021年の暮れくらいまで、この今撮影している iPhone 13 Pro をゲットするまで使ってた iPhone です。これもね、結構長く使ったと思ったんですが、もうこの iPhone 13 Pro の方が長いのか。もうこれ2年半ぐらい使ってるんで、それは驚きなんですが、これをですね、ずっと使わなくなってから、たびたびサブカメラとして少し活用したりはしてたんですけれど、ちょっと手放そうかなと思ってて、なのでちょっとその手放す前に、この iPhone XR を使って1本 Vlog を撮ってみようかなと思ってます。一応メルカリとかで売ろうとは思ってるんですけれども、結構ね、価格は落ちるかなって感じですね。そもそもこの iPhone XR 自体がもう5世代前くらいですかねの機種ですし、この背面がすごいバキバキに割れてるし、でもう一つ壊れてる部分があって、これね、電源ボタンが効かないんですよ。なのでこれね、なんて言うんだっけ、こいつアクティブタッチだっけっていうなんか設定から表示させることができる、この画面内にこの丸いのが出てくるんですけど、これをタッチすると、ここで、いろいろ機能を割り当てられるっていうやつで、これは常に画面上に出てるやつなんですけど、例えばこうやってスマホ使ってて、この状態からこのサイドボタンが効かないっていうことは画面ロックできないじゃないですか。なのでこの場合はこれね、ロックスクリーンっていうところを押してこうやって iPhone をロックするとか、あと再び iPhone のロックを解除したいときはこれね、この置いてる状態からこうやって持ち上げると自動的にこの画面がつく、なんていう機能か忘れちゃいましたけど、これをオンにしたりだとか、あとこれタップすると画面がつくようになるんですよね。なのでこういう機能をオンにして、でなんとかこのサイドボタンを使わなくても、運用できるようにしてます。一応ね、再起動とかなんですけど、それもね、このサイドボタン長押ししたりとかして電源切ったり入れたりすると思うんですけど、それもできないので、ここにこれですね、リスタートっていう機能もこのね、アクティブタッチだっけ、ここにからできるようにしてて、一応再起動って形になるので、自動的に電源が切れて少し経ったら自動的に電源が入るっていう、感じなので、一応再起動はできるんですけれども、電源を切ってそれで好きな時に電源を入れるってことはできないんですよね。勝手にこう電源が入っちゃうような感じになっちゃうので、完全に電源切ることはできなくて、一応再起動っていう形になっちゃうんですけど、一応それで再起動もできるようになってます。なのでこれ、売った時に、初期化して最初の状態だと多分あれですよね、その初期化して最初のこんにちはっていうハローって出てくる一番初期の画面だと、一応ですね、充電ケーブルを挿せば多分起動すると思うんですよ。通電してる充電ケーブル、ライトニングを挿せば多分ですね、自動的に電源入ると思うんですよね。iPhone って電源切った状態でも充電ケーブル挿すと勝手に起動するじゃないですか。だからそれを使って多分大丈夫なはずです。iPhone XR にもこの13 Pro を買う前はだいぶお世話になっておりましたけど、いや懐かしいですね。この角というかこの側面が丸い時代の iPhone、 これ懐かしいな。多分11が最後だったんですよね、この 10R の次ですけど。はい、ということで今カメラを iPhone XR に切り替えましたが、画質はどうでしょうか。 4K の 24fps で撮影しております。この iPhone XR で撮影するのはいつぶりでしょうか。ちょこちょこね、メインの13 Proのサブカメラとしてちょこちょこ使ってることはあったんですけど、こうやってがっつり撮影するっていうのはもうあれですよね。13 Pro 買ってからほぼ、メインカメラあっちになってるので、もう3年ぶりとかですかね。あれ2021年の暮れとかに買ったので、2年半とか3年ぶりの iPhone XR でございます。ちなみにインカメラ、うわ画角狭いな。よいしょ。これ今
腕を最大限に伸ばしてますが、画角狭。めちゃくちゃ画角狭いです。で、iPhone XR に関しては、これインカメラ、フロントカメラはフル HD までしか対応してないんですよね。4K は撮影できないので、少し解像度が落ちてる感じがします。まあ、13、いつから対応したのかはわかんないですけど、13 Pro の場合は、インカメラでも 4K が撮れるんですけど、これに関してはフル HD までです。ちょっと画角が狭いのが気になりますが、今見てる感じだと、そんなにね、この iPhone XR のモニターで見てる感じは、画質そんな悪くない感じがするんですけど、これを PC とかテレビで見たら、どれくらい画質が劣化して見えるのかっていうところですけど、どうなんでしょうか。ということで今日はね、土曜日なんですけれども、11時ぐらいに起きてしまって、でも外がすでに暑かったので、今日もね、27、8度あるんですよね。なので、夕方になったらね、涼しくなったら外に出ようと思うんですけれども、日中はエアコンつけて室内にこもっております。今日はね、久しぶりにサボり気味だった、家の掃除をしてまして、こことかね、全部床とか掃除機かけて、ウェットペーパーで拭いて、で、今ここにあるカーペットとかを洗濯したりとかしてて、そういう感じで、で、あとこれね、このね、レンジフードの、掃除をめちゃくちゃサボってたので、このね、こいつを開けて中のフィルターを取り替えたんですけど、めちゃくちゃ油がギトギトで大変でした。だからね、このね、吸い込み方がもう変わりましたね。全然吸い込む空気の量が違うというか、あと布団もね、洗いました。それにウォークインクローゼット、ここもね、床がかなり汚かったんですけど、なんとかここも踏み入れられるようになってかなり掃除しましたね。あ、そういえばこのね、床をカーペットとかをコロコロして、この粘着テープがついてて、こうゴミを取るコロコロあるじゃないですか。あれが壊れちゃったんですよね。先っぽのこのリフィルをつける部分の支えるところが折れてしまって、プラスチックのところが折れちゃったので、買ってこないと使えないっていうね。カーペットの掃除がね、やっぱね、なかなか掃除機だけでは汚れ取りきれないので、これ必要なんですが、今カーペット掃除できてない状態なんで、早めに買わないと。あとこの玄関のところの収納の中も整理してたんですけど、なんとハプニングが起きて、じゃこの下駄箱の扉が、このね、ヒンジからこの扉が外れちゃってっていう状態になってて、こいつをね、ちょっと直さないといけないんですけど、ちょっともう力尽きそうなので、これは後で。そして段ボール捨てるのもサボってます。やばいな。はい、ちょっと一旦カメラを iPhone 13 Pro に戻しましたが、どうでしょうか。この、iPhone XR で数分ビデオを撮ったんですけれども、こっから13 Pro に切り替わった感じ。画質がね、やっぱどうだろうな、気持ち、やっぱね、あれですね。この、内蔵されてるディスプレイのね、種類が、液晶と有機 EL の違いもありますし、解像度も変わってるから、それで見え方の違いっていうのがあると思うんですけれども、どうでしょうか。13 Pro の方が綺麗に映ってると思うんですけれども、久々にこの iPhone XR をね、触ってみて思ったところが、やっぱりこれですね、画面。リフレッシュレートが 60Hz なんですよ。今ね、このビデオは 24fps で撮影してるので、かなりこのスマホの動きがカクカクに見えてると思うんですけれども、60Hz なんですよね。なので、この13 Pro、iPhone はこの13シリーズ、13 Pro から、120Hz というか、プロモーションディスプレイですね、が搭載されてるんですけれども、やっぱりこの 120Hz の、ディスプレイに慣れちゃうと、この iPhone XR の60は結構カクついて見えるかなっていう感じですね。うん。結構ね、動作がもっさりしてるように見えるレベルになってますね。なんかちょっとレスポンスがワンテンポ遅れてるような感じがするというかね。うん。このスクロールしてる時とか、もうこれね、もうこの動画自体が3分の1ぐらいのリフレッシュレートしかないので、伝わんないと思うんですけれども、このね、スクロールしてる時にちょっと文字が読みにくいとか、例えばツイッターとかインスタとかで、若干こうやって動かしながら文字を読んだりする時とかに、結構文字がなんか読みにくかったりとかするとか、そういう違いがありますね。あとこうやってスワイプでホーム画面に戻るとか、こうね、画面全体が大きく動く
時とかが、これですね、ホーム画面スクロールしたりとか、こういうホーム画面スワイプしたりとか、こういう時に結構もっさり感じますね。実際にね、若干古い機種だから重いのかもしれないですけど、それでも結構 60Hz もっさりに感じます。最新の15とかでもノーマルの15はまだ 60Hz、 未だに 60Hz なんですよね。で15 Pro に関しては15 Pro、15 Pro Max に関しては 120Hz になってるんですけれども、やっぱりその展示してるその15を触っても、15まだ 60Hz なので結構カクカクに感じるんですよね。それが気になったところかな。あとはディスプレイですね。これもね、ディスプレイをこのカメラで直撮りして違いは分かりにくいと思うんですけれども、やっぱり液晶と有機 EL っていう違いもあるので、発色とかコントラストも全然違うし、やっぱり解像度がね、この 10R に関してはちょっと低いので、ドット感が感じるレベルではないんですけれども、少し気持ち解像度が荒いかなっていう感じはしますね。十分ね、これでも綺麗なディスプレイなんですけど、iPhone XR 買った時とかはもうディスプレイ綺麗すぎて、衝撃だったので、綺麗っちゃ綺麗なんですが、ディスプレイも違いを感じるっていうことですかね。これね、この前ミハルで買ってきた、ハーブティー。ちょっと漢字が読めないですけど、どんな効果だっけ？なんか、今回どんな効果があるかっていうのを見て買ってきたんで、ちょっとどんな味か。結構ね、この袋開けたら結構甘い感じの匂いがしたんですけど、なんかすごいこれ、めっちゃいい匂いするんだけど、めちゃくちゃ甘い。あっさりしてて、なんかかなりフルーティーな感じですね。味も、香りも。よいんこさん。あれあれようぽーさん、おはよう。ちなみに今、バックアップも撮っちゃってます。はい。ということで、ちょっと、夜にも撮影してみてます。さあ、どうでしょうか。iPhone 13 Pro ゲットした時に結構夜間性能が向上したって感動した記憶があるんですけど、久々にこの iPhone XR で暗所撮影してみてますが、どうでしょうか。手ブレとかも今結構気にして手ブレしないように気をつけて撮ってるんですけど、手ブレの感じもね、プレビューで見た感じはそんなにひどい映像ではないんですけど、どうでしょう。結構ね、記憶ではやっぱりね、物の輪郭とかが暗所になっちゃうと結構 10R の場合はぼやっとしちゃったりとか、あとノイズが出てしまったりとかね、そういうのが起こったりとかと、手ブレ補正の性能が下がったりとか、そういうことがあったりしたんですけど、どうでしょうか。今わざと暗いところを歩ってみてますが、どうでしょう。あとこういう逆光みたいな感じになった時とかの写りも結構 iPhone 13 Pro になってから良くなったなって感じたんですけど、でも十分 10R も頑張ってる感じはしますね。このスマホサイズのディスプレイで見てる感じは全然使えそうな映像ですけどね。ちなみに比較用に一応 iPhone 13 Pro でも撮影してみてますが、やっぱ全然違う。明るいな。これ空の色とか見てもらっても分かると思うんですけど、この空の青が夜でもしっかり出てるみたいなね。全然全体的に明るさが違いますね。これ明るさ上げたりしてるわけではなくて、全部このノーマルのカメラアプリ立ち上げてそのまま撮影してるだけの状態なんですけど、いいですね。車のライトとかの逆光になった感じの映りとかもこっちの方がいいですし、こういう横のこういう植物とかも 10R の場合はね、そんなに映ってなかったと思うんですけれども、13の場合はね、結構こういう、ここめっちゃ暗い場所ですけど、花とかね、こういうのまで見えたりして、やっぱ全然暗所性能に関してはやっぱ13の方、見ちゃうとやっぱ 10R が劣って見えるのかなっていうね感じなんですけど、 10R でもね十分使える映像ではあると思うんですけど、この iPhone 13とかの性能が
良すぎるし、多分この13もね、もうすでに2世代前の iPhone なので、今最新の iPhone15 とかと比べたらめちゃくちゃ暗証性能もね差があって驚くと思うんですけどね。iPhone15 ね、お店でしか触ったことがないので、暗証で撮影したことがないので、どんな感じかっていうのがいまいち分かんないですけど、多分違いには驚くと思います。やっぱり若干暗いですね。若干暗いですが、手ブレ補正に関しても、なんだっけかな、iPhone12 とかからなんていうんだっけ、なんか搭載されたんですよね。なんか手ブレ補正の革新的なハードウェアがちょっと忘れちゃいましたけど、それがあって、この iPhone XR 使ってる時に友人が iPhone12 使ってたので、12で撮影させてもらったら、そのなんとか手ブレ補正みたいなのが効いてて、めちゃくちゃね手ブレしなかったんですよ。結構全然手ブレとか気にせず撮っても全然手ブレしないみたいなね、当時はめっちゃびっくりしたんですけど、もちろんね13 Pro にもそれ搭載されてると思うんですけれども、10R にはまだ搭載されてないと思うんですよね。なので今ね、さすがにちょっと使えない映像になるとあれなので、手ブレ気にしながら撮ってますが、手ブレの感じどうでしょう。今モニターで見てる感じはそんなに手ブレしてないような感じがしますが、やっぱり日中よりは、手ブレしやすいんじゃないかなと思います。やばい、全然ポスト見てなかったんだけどなんか来てた。じゃじゃん、多分あれです。ちなみにこの、映像も iPhone XR で撮っております。この Vlog のコンセプトに合うように。結構厳重に梱包してくれてますね。よいしょよいしょよいしょ。この開封動画の映りはどうでしょうか。はい、来ました。じゃじゃん。若干ピントが合ってないな。AirPods でございます。AirPods のなんと左耳だけ。ちゃんと L って書いてありますね。左ね。左耳のみを購入しました。メルカリで3000円とかでしたね。で、これなんで購入したかっていうと、実はこれ、私、AirPods を持ってるんですよ。多分ね、YouTube の動画で紹介したことないんですけど、それもそうで、これ買ったのが2019年とか、今から5年ぐらい前なんですよね。これが、第2世代の AirPods ですね。AirPods Pro とか出る前の、AirPods 第2世代、初代から、2つ目の AirPods です。で、これが2020年の夏、2019年の夏とかに買ったので、も本当にね、これが出たばっかの時に買ったんですよ。当時どうしても AirPods が欲しくて、ちょうどね、この第2世代が発売されたっていうことで、多分19,800円とかそんぐらいの値段だったと思うんですけど、当時買ったんですよね。で、これがね、すぐ使えなくなっちゃって、2019年の暮れくらいには、この左耳の AirPods だけ、この左側だけが使えなくなっちゃったんですよね。なんかね、聞こえなくなっちゃったんですよ。Bluetooth で接続したりとか、iPhone 側でも認識はして接続されてることにはなってるんですが、音が聞こえないっていう状態になってたんですよ。でも、なんかね、位置を動かせば音がかすかに聞こえるみたいな感じで、なんかね、中の、多分自分の予測では、中のスピーカーの位置が変わっちゃったりとか、そういう細かいね、のが変わっちゃって、音が聞こえなくなっちゃったのかなと思ってたんですよね。なので、なんか中開けて修理すればうまいこと使えるかなっていう感じはしたんですけど、さすがに、ちょっとそこまで、やる技術と勇気はないなっていうことで、どうしようかな、なんとかね、この AirPods 使いたいなと思って、もうね、この AirPods の存在自体も忘れてて、もうほんと最近ですね、今年、もう、1、2ヶ月前くらいですよ。もうすでにこの AirPods 使わなくなっても4年ぐらい封印してたんですけれども、そういえば AirPods あるじゃんと思って、これなんとかこっちの左耳復活できないかなと思って、どうやって修理しようっていうね、最初は修理することを考えてたんですけれども、
メルカリで、片耳だけ、売ってないのかなと思って調べたら、左耳がこれもう3000円とかめちゃくちゃ安い価格で売ってるんですよね。もう、発売から5年も経ってるわけなので、めちゃくちゃ安価に売ってるわけなんですよ。なので、ちょっと、購入させていただきました。まあ、なのでね、まあ、これも、今回買ったのも中古だし、これも、もうすでに買ってから5年ぐらい経ってるし、で、使わなくなって4年ぐらい封印してたものなので、そんなに長持ちするかはわからないんですが、まあ、ちょっとは、使えたらいいなということで、ちょっと買ってみました。ということで、このね、左、片耳を追加で買い替えたときは、まずこれをね、ケースに入れるじゃないですか。はい。あ、全然見た目の変化はないですね。で、そしたら、蓋を閉めて、この後ろにボタンがあるんですけど、これを長押しだったかな。ちょっと、とりあえず長押ししてみるか。なんか長押しで、なんだっけ、リセットされて、何秒押せばいいんだろう。もう10秒くらいになったかな。もうちょっと押しとく。もう多分10秒経ったな。とりあえず話しといて。で、もともとは、この、今、もともとはこの左耳の AirPods と右耳の AirPods がペアリングされてたわけなんですけども、まあ、どっちかね、片方新しいのを入れたとしても、このリセットボタンを押せば、再ペアリングできるみたいな状態になるらしいんですけど、ちょっと、なったかな。はい、とりあえず。わかんないね。できたのかな。ちょっと耳にはめてみますか。どう？あ、繋がってないな。あ、っていうか、あれか、ここで認識、これ一応左耳が出てきてますけど、これ、ケースに入れればこの充電されてるかされてないかの表示で見れるか。やっぱまだ、こっちが認識されてんのかな。そうですね。ちょっと調べます。わかりました。AirPods の蓋は開けたままみたい。蓋は開けたまま、後ろのボタンを15秒。15秒だからかなり長いですね。押してみます。まだ ?15 秒ぐらいは経ったと思うけど。ちょっともう一回やってみる。なったのかな。なったのでしょうか。あれですね。この左耳がまだ、充電されてないことになってるので、多分外れてる、これが認識してるってことですよね。ちょっともう一回調べてみたら、これ蓋を閉めてから30秒待つらしいです。今もうこれあれですね。もう AirPods を工場出荷地の状態に戻す。もう完全に初期化するやり方をやってます。で、蓋を閉じて30秒待ってから、まあ多分もう30秒経ったので、蓋を開けてケース背面にある設定ボタンを、ステータスランプがオレンジ色、まあ今オレンジ色に光ってますが、これが白色になるまで押すと。これが約15秒間かかるらしいです。さあ、なるかな？ならんな。なりませんね。なんだろう。一回もう iPhone から、AirPods を削除して、もう一回、接続してみることにします。多分、蓋開けるといいのかな。もう接続、自動的に接続されるな。削除になってなかったのか。ちょっと待って、これ、今、Apple の、公式のページなんですけれども、ケースを電源に接続し、蓋を閉めて20分待ちますって書いてあります。20分か。じゃあ、とりあえず、電源につないで20分待ってみることにします。ちなみにこれはですね、Apple の、もう多分もうこれはね、購入からもう5年も経ってるので、できるかわかんないんですが、これは、Apple がこの AirPods をなくした時に、交換してくれるサービスみたいなのがあるんですよ。これを利用した時に、新しい AirPods が届いてから、AirPods を、使えるようにするためには、みたいなページです。これで、まあ、この場合であれば、新しい AirPods ですね。今もうこれね、新しい AirPods がここに入ってますが、左右両方の AirPods、交換した新しい AirPods を、充電ケースに入れて、もちろん左右ですね。左右入れて、
電源に接続して20分蓋を閉めて待つということで、多分その作業が必要みたいなので、ちょっとね、ケースのね、充電も 10% ぐらいしかないことなので、ちょっと待ちます。さあ、20分経ちましたね。じゃあちょっと、やっていきましょうか。蓋を開けて、この後ろの背面のボタンを15秒間押すみたいです。あれ、そうするとここが、この今オレンジに光ってるところが白色に光るらしいんですけど、光んないですね。分かった。多分ですね、これ今右耳の、左耳の AirPods 新しいの入れてますが、多分ね、これをやるのって、この片方の AirPods をなくした時にやる想定なんですよね。多分、だから、この今左耳の AirPods、もともとここに入ってたやつが近くにある状態だと、そっちと繋がってるんで、多分それでできないんですよね。もう、左耳の AirPods はもうなくした想定で、もう電波の届かない全然違うところにある想定でやらないといけないので、ちょっとですね、作戦2としては、左耳の AirPods 今、このケースから出てる状態、もともと入ってたやつがこのケースから出てる状態で、今回買ったものがこのケースの中にある状態なんですけれども、これで、このまま置いとくと多分ね、もともと使ってた左耳の AirPods 壊れてるやつが多分充電がなくなると思うんですよね。で、充電がなくなると検出できなくなるじゃないですか。それで、この AirPods、左耳の元々の AirPods がなくなったっていう、なくしたっていう想定になるんじゃないかなと思うので、とりあえずこの一晩、左耳、元々の左耳の AirPods を外に出しといて、充電がなくなるまで待ってみたいと思います。ちなみにですね、今、左耳の、これ元々の Apple Watch はこの、なんとかして充電残量をなくすために、ここの iPad で音楽をずっと流しながら、しかも最大音量ですね。はい。最大音量にして音楽をずっと流しております。で、このAirPods に関しては厄介なことに耳に装着してないと音楽が流れないような仕組みになってるんですよ。耳を自動検出して音楽が流れるようになってるので、ずっとこう耳にはめてるよっていう状態を作るために、これ、養生テープをちょうどこのセンサーのところにくっつけて、一応だからこの AirPods は多分ね、耳に装着されてると思い込んで、音量マックスで音楽がずっと流れてるっていう。もうすでにね、2、3時間ぐらいやってるんですけど、もうすでに充電が60%になってるんですよ。だから、まあ大体2時間半ぐらいで40%ぐらいなくなってるので、大体5、6時間、7時間持つかぐらいの、バッテリー残量なんですよね。だからもう5年前に購入したイヤホンでこれだけバッテリー残量が残ってるっていうこともね、すごいことだと思うんですけれども、しかもこれ最大音量ですからね。最大音量で、まあ、よほどボリュームの小さい音楽だったら、やるかもしれないですけれども、普通の曲を最大音量で、ずーっとこう耳に入れたまま、何時間も流すっていうことは多分ね、イヤホンよりも耳が持たないと思うので、なかなかそんなことやんないと思うんですけれども、なのでもう本当にね、自分だとね、3分の2くらいの音量、で、結構ボリュームの大きい音楽だったりとかすると、半分くらいの音量で聴いてるんで、倍、単純計算で倍持つのかはわからないですが、まあ、半日くらいは持つんじゃないかなっては思いますね。だからかなり AirPods 優秀すぎますね。5年前のものなのに全然普通に使えます。すごいな。さあ、これでどんどんバッテリーが減ってくれることを願います。なんか変ですね。バッテリー減ることを願うみたいなね。ちょっと変な感じですけれども。だから明日起きたらバッテリーはなくなってるんじゃないかと思います。さあ、翌朝です。おそらく充電なくなったっぽいですね。じゃあ、リセットボタン効くかな。これで背面ボタンを15秒で、この LED が白く、あ、来た来ました。白く今光って、Not Your AirPods。もう完全にリセットされた。これでもう工場出荷地の状態になったのかな。コネクト。
ボタンを押してくれと。来ましたね。おー、来た。あ、ちゃんと両方認識されてます。やったー。どうでしょう。あ、来た。両方聞こえる。やったー。ちゃんと左側も聞こえます。ちょっとタップして。あ、これまだ設定しないといけないのか。よいしょ。あ、これね。両方ともこれにします。さあ、タッチもしっかり聞くかな。あ、聞きましたね。OK。もうね、これね、メルカリで買って、まだこれ、動作確認できてなかったんで、受け取り評価できてなかったんですよね。だから早めにやっとこうと思って。でも、無事動きました。やった。エアポッツ完全復活です。やった。はい。今ちょっと、明るい場所というか明るい時間帯で撮影してみてますが、なんかね、やっぱりプレビューで見る感じはやっぱり 10R も性能いいからなのか、そこまで13 Pro との違いが分かりませんが、これがね、意外と大きいディスプレイで見るとその13 Pro との違いが結構分かったりするんですよね。で、画角とかもね、これ iPhone XR はカメラ1個しかついてないんで、13 Pro だとこう望遠と広角のレンズがついてるので、その切り替えができるんですけれども、 10R だとね、この標準のレンズしかないので、これ以上画角の切り替えができないっていうのはちょっとね、久しぶりに撮影してみて不便に感じた点ですね。拡大したり縮小、広い画角で撮りたいってなったら、iPhone 13 Pro だとこう横に持ってる場合だとこう録画ボタンの隣にこうカメラのレンズの切り替えのボタンが出てくるじゃないですか。それでこう切り替えたりできるんですけれども、 10R だとそれができなくて、このレンズだけなんでね、ちょっとそれが結構不便に感じる。基本的にね、スマホでの撮影であんまりこうなんつうの、こう指でピンチインピンチアウトすると一応こうズームとかできるじゃないですか。でもね、そのクロップズームあんま使いたくなくて、やっぱりね、そうやってこう電子的に、クロップしてズームしてるんで、画質が落ちるじゃないですか。なのであんま使いたくないので、 iPhone 13 Pro とかだとね、メインでこの標準のレンズで撮ってても、もう少しこう、寄って撮りたい場合は望遠レンズを使って、広く撮りたい場合は広角。そもそもどうやってもこれ以上広い画角でこの iPhone XR の場合は撮影することはできないんですけど、そういうことができたんですけれども、やっぱりそれが一番不便に感じるところかな。で、この手ブレ補正の機能に関しては、確かに13 Pro の方が手ブレ補正強いんですけど、この撮影してる時の感覚としてはね、あまり体感というか、このプレビューで見てる感じはあんまりブレがないというか、撮影してる感覚では変わんないですね。これがね、大きいディスプレイで見ると、やっぱりこう iPhone 13 Pro の感覚で撮影しちゃうと手ブレがすごいことになっちゃうと思うので、一応手ブレを気をつけて撮影してはいるんですが、どうだろう、この 10R を使ってた時はなるべくこう手ブレしないようにっていう、それを意識しながら撮ってたので、その手ブレしないように撮るっていう技術があったかもしれないですけど、最近もう GoPro なんかもう適当に撮ったって絶対手ブレしないし、もう13 Pro もすごい手ブレ補正優秀な、iPhone なので、もうその手ブレ補正しないよ手ブレしないように撮るっていう能力が落ちてるんだとしたら、この映像はひどいことになってそうです。でもやっぱちょっとこれブレてるかもな。結構プレビューで見てる感じでもブレてそうな感じがします。もうちょっと明るいといいのかな。今一応日中なんですけれども、今日曇りだからね、暗いんですよ。これが晴れててもっとね、日の光とかが入ってるとよりその光がねあった方が手ブレしないのでいいと思うんですが、ちょっとね悪い環境かもしれない。で、やっぱり持ち心地とかに関しては13 Pro とかの方がいいなというか、安定するなと思いましたね。これ 10R ってまだこう角が丸い頃の iPhone じゃないですか。でもそれが12から角が四角くなって、
で、13 Pro もちろん角が四角いタイプの iPhone なんですけど、その方がこう、なんていうんだろうな、こんな感じで持ってるんですよ。だいたいね、この人差し指と小指で挟む感じで、持って撮影してるんですけれども、やっぱりね、この側面が四角いことによって、側面の部分の指が設置する面積が大きいので、その分ね、安定するっていうのがありますね。やっぱこの 10R ね、丸いので、指のね、肌が接触する面積っていうのが小さいので、その分こう安定、十分安定するんですけど、13 Pro がより安定するなっていう感じはします。今ちょっと編集しながら、iPhone XR で撮ったビデオを見てみたんですけれども、やっぱね、手ぶれが、そんなに全体の手ぶれっていうより、細かい微振動みたいなのを拾ってる気がしますね。iPhone XIII Pro だとこれが少ないんですけど、10R だとこれが結構出てるなっていう感じがしますね。ちょっとブルッと振動するとこがあるんですよ。そして発色とかも、13 Pro の方が、自然な感じがするし、映像もこっちの方がパキッとしてると思うんですよね。だから 10R もね、初めて使った時は十分綺麗だと思ったんですけど、めちゃくちゃ綺麗だと思ったんですけれども、やっぱり、iPhone、進化してますねっていう気がしますけど、でも 10R でもね、全然使える映像ではありますが、やっぱり、使ってる頃は綺麗だと思ってましたけど、やっぱ、改めて見てみると、やっぱちょっともう5世代、6世代前の、ものなので、やっぱ古いカメラだなっていう感じを感じるようになってきましたね。うん。古い機種で撮ったんだなっていう感じが出てきてるっていうね。結構これを使ってる頃に比べて目が超えてるっていうのもあるかもしれないですけれども、結構進化を感じますね。